ナビ・ムンバイにあるとある集合住宅を訪れました。ここは数十年前に政府機関が過密化するムンバイ本島から中間層を逃がすために作った典型的なアパートです。もちろんエレベーターもなく、外壁は黒ずみ、一見するとお世辞にも高級とは言えないローカルな建物ですが、実はこのアパート、購入しようとすると 2LDK で2000万円を超えます。日本の地方都市なら一軒家が買える額です。ムンバイの市場では外観の古さと実際の不動産価値は比例しないことを証明しています。そして部屋に入った瞬間に彼の目を引いたのは一匹の大型犬、ゴールデンレトリバーでした。実はインドの都市部でこうした純血の大型犬を飼うこと自体が今や豊かになった新興中間層の最大のステータスになっています。Hi, nice to meet you. Good. She's my mom. Mom, nice to meet you. Migi, okay. ここで家族4人、教師をしているお父さん、主婦のお母さん、大学生の妹さんと暮らしています。家賃は月に約1万ルピー、日本円で2万円弱。部屋を見せてもらうと驚きました。Bedroom? Yeah. うわ、壁か。事前の情報ではもっと狭いと思っていたんですが、 Wait, arms. リビングとキッチンの他に部屋が3つもある立派な 3LDK。 It's my room. Your room? Yeah, it is too messy. It's so messy. It's messy. Messy. Mess. Chaotic. Yeah. さらに屋上までついています。 Where this? Wait. Wow. Yeah, can see this. うわ、屋上、Rooftop? Yes, rooftop. Terrace. さらにアヌシカさんのお父さんのような中堅教員の年収は最大で170万円を超える。つまり彼らはこの国において決して普通ではなく明確に裕福な部類に属する一家なんです。 Have this gulab jamun first. Sweet. Gulab jamun. Yeah. Yeah. I'll shoot you. The most sweet. Sit here. 繁栄の証としてごちそうになったのがこれ。世界一甘いと言われるインドのお菓子、グラブジャムン。 Yeah. Wow. My mom made this. She made. Wow. I want coffee. मम्मी है ना बाहर तो I काय want to करते drink बघ ना. coffee. You want coffee? Mom, sweet. インドの中でもミドルクラスと言われる家庭でも一般的には成功者の部類ではないでしょうか。 Hi. Nice to meet you. Yes. Yes. From Japan. Yes. No problem. He is hungry. Yeah. No, he's not. He is silent. Silent. 一緒に食事をさせてもらうことにしました。 Okay. バイクで走ること数分、ごく一般的なレストランに着きました。見た目はすごく普通で、メニューを見てもそこまで高いと感じることはありませんでした。 तो गाइज हम आ चुके हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए. I know that you guys are not understanding what I am saying, but yes, if you can translate my voice with the help of AI, it will be a better option for you guys. 実は彼女、セキュリティ IT 企業に勤めながらグルメインフルエンサーとしても活動しており、私にインド料理を食べさせてどんな反応をするのかを撮影している最中なんです。 You like that? Spicy. Spicy? Want water? Okay. Water. Mizu. Okay. Mizu. 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 食事も終え、
アヌシカさんが用事があるそうなのでここでお別れです。次に向かうのはアヌシカさんのパートナーでもあるスーシュさんのお家です。彼のお家は中間層でも上位に属しているそうで、その家を特別に見せてくれるとのこと。 How much rent 1 month? That's our own house. No rent. Owner? Own house, yes. Owner. Oh, owner. No rent. But usually rent over here is around 16,000-17,000 Indian rupees. This is our doorbell. 最初に出迎えてくれたのはスーシュさんのお兄さんとお母さん、そしてドーベルマンのキャプテンくんです。 This is Captain. 4-year-old. アヌシカさんはゴールデンレトリバーを飼い、スーシュさんはドーベルマンを飼っていますが、これだけでも中間層でかなり裕福なのが見えてきます。この厳しい気候の中での健康管理や食費、そして定期的な検診、経済的余裕がなければ飼うことは難しいでしょう。 Do you like that sweet shop? No. तो एवढं स्वीट नाही खात तो. नाही खात. मामी स्टारबक्सला बसलो. Too much. Too much sweet. Yes, yes. 実は昼食を終えた後にスイーツショップに連れて行かれていっぱい試食させられたんです。食後のデザートにしてはあまりに量が多すぎました。なんかいいおもちゃに使われてる気がする。In India, as traditional, we eat sweet. After lunch, dinner. Wow. Or any festival, we can give sweets or eat sweets. なぜインドがこれほど中間層が増えたのか。それは2016年のデジタル革命にあります。それまで銀行口座も持てず、正当なビジネスチャンスから切り離されていた貧困層の人々。その巨大な壁を国がスマホ一つで誰でも正当な商売ができるというシステムを作り広めました。そのおかげでビジネスチャンスが一気に広がり、そのチャンスをつかんだのが彼らというわけです。 You can do the home tour. Go. wait. Go inside. Go. त्याला bathroom दाखव रे. 彼らはエアコンなどの最新設備を整え、一見すれば先進国と変わらない生活を送っています。トイレット。しかしその裏では不安定な電力や水道インフラという課題が常につきまとっているといいます。そのため彼らは国によるインフラ整備を待つのではなく、発電機や給排水システムを自前で購入することで生活を安定させているとのことでした。金の盾じゃん、本当に。YouTuber がこんなとこ住んでるんだ。実はスーシュさん、本業で DJ をやっており、YouTube の登録者数がなんと110万人もいるそうです。Next Diamond. That's my YouTube button. About terrace, I have DJ. I watch YouTube channel. You have silver button? Yeah, I have silver. 実はこの前ジョージアで偶然出会った彼ら。その出会いがきっかけで今度はインドのムンバイに来ることになりました。皆さんはこの暮らしを見てどう感じましたか？ぜひコメントで教えてください。